はい、皆さんこんにちは。今日はですね、名古屋製鉄所時代に2年半ですね、生活をしました第一東海寮という、昔の昭和の時代の独身寮についてお話したいと思います。研修からですね、2年半ずっとその独身寮に住んだわけですけれども、どんな寮だったかと言いますとですね、鉄筋の5階建てなんですね。結構長い建物なんですが、ちょうど真ん中のところでですね、ちょっと曲がっていまして、ひらがなのへとかですね、くの字のような感じですね。で、それぞれの階が40部屋ぐらいありましたですかね。多分200名ぐらい住める寮なんですね。で、特徴はですね、外から見ますと、ものすごく窓が密集しているというか、多いんですよ。でこれはですね、中に入ると構造がわかるんですけれども、一部屋一部屋がですね、幅が狭くて長い作りになってるんですね。部屋に行きますとね、その一番窓の方から、備え付けのテーブルがありまして、鉄パイプのような古いタイプのベッドが置いてありましてですね、でさらに備え付けのタンスのような、今でいうとクローゼットなんでしょうけれども、和ダンスがその固定式になっているような、そんな感じでしたね。で幅がですね本当に狭いので、手を伸ばすともうついちゃいそうなぐらいなんですよ。独房というかですね、本当に変わった部屋でして、かつては軍隊の独身寮っていうんですかねの部屋に使われてたというようなこともちょっと噂で聞きましたですけどね。でそこにとにかく2年半ですから、疲れて帰って寝るだけのそういう場所だったですかね。で独身で、新入社員の同期のみんなが一緒のところにも住んでるわけですから、やっぱり何かあるとちょっと飲んで話をしようということになるんですけれども、部屋で飲むといってもですね、そのベッドにこう横に並んで正面に向いて話せないんですよね。そんな感じでしたね。で1階にですね、大きな玄関があって、玄関を入りますとね、そのすぐのところにこう大きな食堂があるんですよ。でこの食堂はですね結構広くてですね、料理の内容はすごく良かったですよ。本当に朝ごはんからですね、もうおかずが何品もありましてですね、その厨房もかなり広くて、たくさんのね方がそこで作っておられたですね。だから食事については全く不満なかったですね。手作りの品数の多いメニューでしたね。でお昼にはですね、お弁当を作ってくれるんですよ。でそのお弁当もですね、なかなか味もいいですし、本当に手作りのいいねお弁当でしたね。であとその1階にですね、売店というのもありまして、そこにその若い女性がいましてね、いろいろお話ししにあえて売店に行く、仲間も多かったですね。で1階に、同じく大浴場がありましてですね、これは本当にゆったりと、いわゆる公衆浴場のような作りでしたけど、ゆっくりできましたですね。こういうような建物でしたね。でここは女入金制なので、男子の独身寮ですが、年に1回ですね、寮祭というのがありまして、その時は女性が自由に入ることができるんですよ。でその広い食堂で、ゲームとかね、いろんなことやったり、外はですね広い駐車場と、あとちょっと庭があるんですね。その庭になんと土俵がありましてですね、年に1回その寮祭の時に相撲やるんですよ。そんなね本当に昔ながらの祭りだったですね。とにかく寮祭の時は、その職場の若い女性たちもですね、どんなとこでみんな住んでるんだろうかぐらいのね興味津々でみんな遊びに来てましたですね。それが、2年半住んだですね、東海寮の思い出です。自分たちが抜けた後にですね、改修されて、すごく近代的な独身寮になったと聞きますが、本当に青春の1ページがそこにあったなというふうに思います。今日は第一東海寮独身寮のお話でした。それでは皆さん、さようなら。